江戸時代、おかげ参りが一大ブームとなると、伊勢神宮には全国から人が押し寄せました。江戸から伊勢神宮に向かう場合は、東海道の日長の追分から南に分かれ、津や松坂を経由する道がよく利用されました。伊勢街道と呼ばれるこの道には今でも古い街並みが残っているようです。今日はこの伊勢街道を走ります。ゴールはもちろん伊勢神宮です。おはようございます。私は今、三重県四日市市の日長の追分にある伊勢神宮の妖拝所に来ています。右に行けば以前走った東海道、そして左は今日走る伊勢街道です。伊勢神宮まで行く時間のない東海道を行く旅人は、ここから伊勢神宮に向かって拝んだそうです。個人的にですが、最近全くろくなことがありません。もしかしたら、これまで行ったあらゆる神社仏閣でロト6が当たることを祈りすぎて、罰が当たったのかもしれません。この悪い運気を断ち切るため、日本の神様の頂点、ゴッド・オブ・ゴッツに会いに行きます。まずは国道1号を走り、追分交差点で東海道から南に外れます。国道25号の下をくぐり、ここからは県道103号を南に進みます。伊勢街道という名前の道は一つではなく、伊勢神宮へ向かう道はどれも伊勢街道と呼ばれます。しかし今日走っている道が江戸時代におかげ参りが一大ブームとなった際に主に利用された一番有名な参宮道と呼ばれる道です。宇津部川を渡ったら県道を西に外れ、旧河原田村に入ります。今回の動画、終始逆光がひどいですがご勘弁ください。いつもは日寄せに走るようにしているのですが、今回は時間的にどうしても無理だったんです。県道を渡り、ここから鈴鹿市に入ります。 JR 関西本線の線路を渡ります。鈴鹿川の堤防道路に出ます。高岡橋で鈴鹿川を渡ります。江戸末期にはここより西に橋ができたようです。右には高岡橋の南橋詰めの常夜灯があります。これから先、伊勢街道には多くの常夜灯があります。この辺りの道は古代の上利制の影響を受けており、区画割は5番の目状です。神戸の集落に入ります。道の両側には神戸の見附の跡が残っています。江戸時代にはここに門があり、夜間は閉じられていたそうです。当時神戸は比較的大きな集落であり、今でも昔の雰囲気が残っています。近鉄鈴鹿線の線路を渡ります。現在の鈴鹿市の中心地に入っていきます。鈴鹿市が誕生したのは1942年と比較的最近であり、それまでは川和郡でした。ここからは南東に向きを変えます。ここからは県道553号となります。伊勢鉄道の下をくぐります。飛騨の集落に入ります。
国道23号を渡り旧玉垣村に入ります。ここから松阪市まで現代の伊勢街道は国道23号に置き換わっています。旧街道らしく道が可燃手となります。左にはインスタ映えする花手水で人気の水垣神社があります。この辺りからしばらくは古い町並みはあまり残っていませんが、道だけは可燃手となっています。思いっきり逆光が続きますが、町並みは普通の住宅街なのでまあよしとします。岸岡の集落に入ります。明治時代の地図ではこの辺りは田んぼばかりですが、昭和になると西に鈴鹿海軍の航空基地が建設され、専用鉄道も敷かれました。この先は道が細いため迂回します。近鉄名古屋線の線路を渡り江島の集落に入ります。この辺りから再び古い町並みが見られるようになってきます。映像からは分かりませんが、かなり伊勢湾の近くまで来ています。伊勢街道の宿場であった白子に入っていきます。この辺りには白子の考察場があったそうです。白子は江戸時代に津藩から紀州藩となり、海運の重要な拠点となりました。伊勢街道の宿場としても10軒以上の旅籠を有し、この辺りでは最も栄えた町でした。道は可燃手が続き、古い建物も残されており、旧街道らしさが今でも感じられるいい道です。この辺りには同心屋敷などがあったようです。本来のルートはこのまま直進ですが、伝統産業会館に寄り道をします。伝統産業会館ではこの地域の伝統工芸である伊勢型紙についての展示がされています。伊勢型紙とは着物などを染色する際に使われる型紙で、国内の約 99% がここ白子で作られています。ちなみに使われる台紙は夏に郡上街道を走った時に立ち寄った美濃の美濃和紙です。近くの白子海岸からは我が故郷の知多半島が見えます。ちょうどセントレアのあたりでしょうか。徳川家康は本能寺の変の際、ここ白子から船で対岸の知多半島に渡ったと言われています。通称伊賀越えと呼ばれますが、このルートはあくまで一説であり、白子以外の場所から直接三河に渡ったという説もあります。国道23号に戻り堀切川を渡ります。本来のルートは国道の反対側ですが、中央分離帯があるため迂回します。旧栄村磯山の集落を走ります。ここから伊勢街道は蛇行していますが、中央を国道23号が貫いているため、国道を右へ左へと何度か横切ります。この辺りの国道23号は古くから四日市と伊勢を結ぶ大動脈ですが、交通量が非常に多く渋滞も慢性化していたため、2023年に中西バイパスが全線開通しています。国道に戻るためアンダーパスを通ります。中野川を渡ると津市に入ります。
三重県の県庁所在地であり、日本で最も短い地名です。近鉄名古屋線を渡り、千里大別峰の集落に入ります。この辺りはかつては上郡川毛町であった地域ですが、2006年から津市となっています。近鉄名古屋線と国道23号の西側に渡ります。田中川を渡り、旧上野村に入ります。上野も伊勢街道の宿場町であり、古い建物が比較的残されています。伊勢街道ではレンジ格子と呼ばれる格子のある家がよく見られ、ここ上野にも残っています。旅籠が13軒、茶屋が29軒あったそうなので、かなり栄えていた宿場のようです。上野はもともとは織田信長の弟である信金が樹城の仮城として築城した伊勢上野城の城下町でした。織田信長の妹であるお市の方とその3人の娘は浅井長政の滅亡後、一時的にこの城で過ごしたと言われています。また国道を東に渡り、中瀬の集落に入ります。ここ中瀬から次の小川辺りまでは松並木があったそうですが、今は残っていません。少し国道23号を走ります。名古屋の熱田神宮から伊勢神宮まで、この国道23号は11月に行われる全日本大学駅伝のコースです。また国道を西に外れ、旧栗間村小川の集落に入ります。近鉄名古屋線の線路を渡り、中山の集落に入ります。ここ中山あたりの旧街道は一部喪失しているため、国道に迂回します。ここから伊勢街道に戻り、旧栗間村町屋の集落を走ります。ここは千里方面に続く巡礼道との追い分けで、巡礼道の方が今走っている伊勢街道より歴史は古いです。伊勢街道は時代とともに何度か付け替えられています。三重大学の前で国道に戻ります。江戸橋で下川を渡り、現在の津市の中心地に入っていきます。民謡「伊勢音頭」では伊勢は津で持つ、津は伊勢で持つと歌われるほど伊勢街道とは関係の深い宿場です。もっとも愛知県民にとっては歌詞の続きである尾張名古屋は城で持つの方が有名かもしれません。JR および近鉄津駅前のこの辺りは都市開発が進み、古い街並みはほぼ残っていません。津駅は以前世界一短い駅名を目指して Z 一文字で「津」と読ませようとしていましたが、さすがに無理がありました。国道に戻り、阿能川を渡り、旧東瀬村に入ります。この辺りは津城の城下町として最も栄えていたエリアです。本来
のルートはこの左ですが、車両通行止めのため徒歩で撮影します。ここ大門は津市最大の繁華街で、かつてはアーケードがありました。本来の伊勢街道はここを右ですが寄り道をします。津観音は浅草観音、大須観音と並び日本三大観音に数えられる観音寺で、江戸時代のおかげ参りブームの時には津に参らねば肩参りとも言われました。創建は奈良時代と言われますが、火災や地震により何度か再建に移転をしています。ランチに近くの千住で名物の天むすを買いました。天むすは名古屋じゃないのと思う方もいるかと思いますが、発祥は津にあるこの店だそうです。未だに名古屋に天むすをパクられたと根に持っている三重県民も一定数います。車の映像に戻ります。本来のルートはここを左折ですが、逆向きの一方通行のため国道に迂回します。岩田川を渡り、岩田の集落に入ります。国道を南東に外れます。江戸初期まではこの辺りからまっすぐ南に進む道が本来のルートだったようです。津沖の集落に入っていきます。この辺りは阿漕という地名ですが、よく悪どい的な意味で使われる阿漕の由来はこの地です。漁師が親の病気を治すために金漁の海で漁をしたため捕らえられて死罪になったというような結構重い物語です。南西に進路を変え、国道と JR 紀勢本線の線路を渡ります。ここで先ほどの江戸初期の古道と合流します。旧富士見村垂水の集落に入ります。ここ藤方は以前は藤方と書かれ、海が近く庭園が盛んでしたが、現在はボートレース室があり、公営ギャンブルで盛んです。旧高茶屋村小森を走ります。高茶屋にはその名の通り小高くなった場所に茶屋が数軒あったそうです。桜並木があったため桜茶屋とも呼ばれ、昭和20年頃までは営業していたそうですが、今は面影は何も残っていません。JR 紀勢本線の線路を渡り、雲津の集落に入っていきます。ここまでは比較的賑やかなところを走ってきましたが、この辺りはのどかな田園風景が広がります。伊勢の国は日本有数の米どころでした。伊勢神宮で行われる祭祀も多くは稲作にまつわるもので、稲作の周期に合わせて年間約1500回行われています。島抜の集落に入っていきます。この辺りは伊勢街道の宿場町である雲津宿があったところです。雲津川の堤防までやってきました。雲津橋で雲津川を渡り、松阪市に入ります。本来のルートはこの左ですが、車が通れないため迂回します。伊勢街道に戻ります。松浦岳四郎誕生地に立ち寄ります。
幕末の偉人である松浦武四郎は北海道の名付け親と言われており、生家は資料館となっています。探検家や作家、浮世絵師など多くの肩書きを持ちますが、特にアイヌ民族の研究で功績を残しました。ぶっちゃけ松浦武四郎は知らずにふらっと立ち寄ったのですが、係の人にはがっつりと説明してもらいました。それだけ地元の人にとっては英雄なのでしょう。旧尾上村ヒルの集落を走ります。ここ中林からは東にある烏に向かう烏道が分岐します。烏には烏に参らねば肩参りとも言われた烏神社があります。ここ月本追分で伊勢街道は奈良街道と合流します。奈良街道と呼ばれる道もいくつか存在しますが、ここでいう奈良街道は伊賀越奈良道と呼ばれる道です。この辺りの伊勢街道は右左折が続くので、角には道しるべが残されています。国道23号中西バイパスの下をくぐります。中西バイパスの終点はここ小津です。三渡川を渡り6軒の集落に入ります。奈良の長谷方面から来た道はここで合流します。妻入と蓮司格子の古い建物が残る市場町の集落を走ります。伊勢街道に妻入の家屋が多い理由は、一説には伊勢神宮の神様の住まいが日帰りであり、恐れ多いと遠慮したためだとも言われています。近鉄山田線の下をくぐります。旧米の庄村久米の集落を走ります。引き続き右左折が続く旧街道らしい道が続きます。この辺りには数えたらキリがないほどの道しるべやお堂が残されていますが、時間がないため素通りします。今日は天気も良く、伊勢街道を歩いている人も多く見かけますが、私はタイパに全振りしています。淀川を渡ります。 JR 名松線の線路を渡ります。名松線の名は名古屋の名ではなく名張の名ですが、名張まではつながっていません。旧松江村では道が分かりやすい可燃手となります。松坂城の城下町へと入っていきます。坂内川を渡り、松阪市の中心地へと入っていきます。ここで本来のルートは直進ですが、松坂城に立ち寄ります。織田信長の人質であった蒲生氏里は、その才能を見初められて後に信長の次女をめとり本能寺の変後にこの地に松坂城を築城しました。氏里は城下町を発展させるため、信長と同じく楽市楽座を推し進め、以前はもっと海沿いを通っていた伊勢街道を城下町に引き込みました。おかげで町は発展し、豪商の町となり、三井グループの祖である三井高利などを輩出しました。ちなみに松阪市の坂は、氏里が当時仕えていた豊臣秀吉の治めていた大阪から取ったものです。国道166号を渡ります。旧神戸村貝花に入ります。
郷川を渡り、この辺りからは東南東に進みます。動画も終盤になって、やっと逆光から解放されます。JR 紀勢本線の線路を渡ります。県道42号を渡り、上側の集落に入っていきます。この辺りから再び電磁格子の古い街並みが見られるようになります。旧櫛田村豊原の集落を走ります。水仁天皇の娘である大和姫が櫛をこの地に落としたことが櫛田の地名の由来のようです。大和姫は伝説上ではこの後に出てくる細工の起源とされています。過去動画で何度か登場した大和尊の命の東方遠征ですが、彼に草薙の剣を渡したのはこの大和姫だと言われています。ここから櫛田川を渡るために迂回します。昔は増水期にのみ渡し船が運航されていたようです。遠くには浅間山らしき山が見えてきました。葉山瀬の集落を走ります。ここからは県道428号となります。稲城の集落に入ります。ここから滝郡明和町に入ります。払井川を渡り旧西宮村に入っていきます。本来のルートはこのまま直進ですが、西宮に寄り道をします。西宮とは飛鳥時代頃から西王の宮殿などがあったところで、西王とは天皇の代わりに伊勢神宮の天照大神に巫女として仕えた未婚の皇族女性のことです。かつてこの地は5番の目状に道が走り、100棟以上の建物と西王に仕える500人以上の人々が生活していたそうです。当時としてはかなり大規模な都市であり、古代の伊勢街道はここを通っていたそうです。では伊勢街道に戻り、引き続き旧西宮村を走ります。西宮で一応伊勢うどんを食べておきました。おかげ参りの旅人にも振る舞われていた料理ですが、伊勢うどんという名称が普及したのは昭和も中期になってからです。もともとはこの左の竹神社に西王の宮殿はあったようです。上野の集落に入っていきます。そうめん坂と呼ばれる緩やかな坂道を登ります。江戸時代にはそうめんやうどんを提供する店があったようです。旧明星村の集落を走ります。明和町の明は明星村の明です。この辺りまで来ると伊勢神宮まではそれほど遠くないので、伊勢街道には茶屋が軒を連ね、通りは賑やかだったようです。ここからこの旅最後の自治体、伊勢市に入ります。可燃手の道を通り過ぎ、明野で南に進路を変えます。左には
変馬餅の変馬屋商店本店があります。変馬とは馬を介す旅人が食したことが由来のようです。伊勢の国は米どころでもあるため、昔から餅が有名で、旧街道沿いには赤福を筆頭に安長餅や長餅など有名な餅がたくさんあります。旅人は腹持ちの良い餅を好んで持ち歩いたそうです。旧小畑村を走ります。ここが伊勢神宮までの最後の宿場町です。もはやこの旅で見慣れてしまった可燃手の道と妻入りの建物の風景です。ここから本来のルートは宮川を通称桜の渡して渡ります。県道428号を外れ宮川橋で宮川を渡ります。伊勢神宮の下空がある山田に入っていきます。ああ、ここまで長かったです。日も傾き始めているため先を急ぎます。県道37号を渡ります。この辺りは一部逆向きの一方通行があるため迂回します。本来のルートに戻り、県道22号で下空を目指します。豊受大神宮、通称下空に到着しました。しかしここに参拝する前に寄らなければならないところがあります。はい、二見浦までやってきました。本来伊勢神宮を参拝するにはまずここで海に入って体を清める必要があります。今やると普通に通報案件ですので、代わりに二見沖玉神社に参拝しお祓いを受ければみそぎをしたことになるそうです。さて、今日はもう遅くなってしまったので、明日改めて下空、そして内空に向かいたいと思います。今回の旅はいろいろとお金がかかっているので、宿はゲストハウス、夕食はローカルスーパー、ビュートラのお惣菜です。ではまた明日、おやすみなさい。次の日。おはようございます。朝6時45分、下空まで戻ってきました。いやー、空気が冷たく身が引き締まる思いです。順序通り、まずは下空から参拝します。最近ほんとろくなことがないので、どうかよろしくお願いします。では伊勢街道に戻り、内空を目指します。今日も京都で逆行です。しかしそのうち浅間山の影になるでしょう。近鉄鳥羽線の下をくぐります。瀬田川を渡り、古市の集落に入っていきます。この辺りの道は伊勢古市参宮街道とも呼ばれています。ここ古市にはかつて日本三大遊郭の一つである古市遊郭があったそうです。伊勢神宮の参拝を終えた旅人は精進落としにここではっちゃけたそうです。左にある伊勢古市参宮街道資料館にはその資料が展示されています。伊勢自動車道を越えます。牛谷坂と呼ばれる坂を下ります。県道32号を走り、内空のある宇治へと入っていきます。
ここからはお祓町通り、通称おかげ横丁に入ります。この時間帯はまだ車で通ることができますが、10時以降は車両通行止めとなり人でごった返します。左には赤福の本店があります。内宮に到着しました。ちょうど朝日が鳥居の間から昇るところでした。これはいいことありそう。まずはしきたり通り、五十鈴川で手を洗います。久しぶりに来ましたが、やはり神秘的な雰囲気の場所です。そして将軍に参拝。どうかよろしくお願いします。最近マジでついてないんです。本来であればこれでゴールですが、朝間かけねば肩参りとも言われます。せっかくなので朝間山にある金剛證寺にも参拝しておきたいと思います。一応登山道も整備されていますが、今回は伊勢志摩スカイラインでさっと向かいます。もう昨日から運転しっぱなしでクタクタなのです。それにこの後まだ家まで150キロ近く運転しなければいけないのです。朝間山は正式名称は朝間ヶ岳、標高555メートルです。かつてはケーブルカーもあったようですが、今はこの道で頂上を目指すのが一般的です。朝間山にはいくつかの登山道がありますが、伊勢神宮に参拝した旅人が通っていたルートは宇治岳道と呼ばれる東西の道に近いようです。標高も400メートルを超えました。いやー、本当に歩かなくてよかったです。通行料金1270円はちょっと高いかなとも思いましたが、払った価値はありました。金剛證寺に到着しました。金剛證寺は6世紀頃に第29代天皇である欽明天皇が宋に命じて建てたのが始まりだと言われています。平安時代には空海が本尊である虚空蔵菩薩を祀り、寺の名前も小宝山と卒院金剛證寺となりました。その後一度は衰退しましたが、江戸時代になりおかげ参りがブームとなると、伊勢神宮の鬼門を守る寺として再び脚光を浴びるようになりました。寺に祀られている右方道寺は伊勢神宮内宮の祭神である天照大神と同一視され、寺は伊勢神宮の奥の院として伊勢参らば朝間をかけよ、朝間かけねば肩参りとまで歌われました。今日も無事に完走できありがとうございました。朝間山山頂にある伊勢湾が全部見える丘からの映像でお別れです。ああ、海を渡って直線で帰りたい。ご視聴ありがとうございました。